今回はプロペラの作り方について説明します。ここにあるのが正面図、そして側面図です。材料になる木はホウノキで、このような材料です。8ミリの幅があります。この正面の部分、型紙を切り抜きましたけれども、この幅でこれからこれを切り出していきます。切り出すときに便利な道具が毛引きというものです。この幅で印を入れます。裏表同じように毛引きで線を入れます。実は、この台をここに置いて、そして、それにこのようにしっかりとこういうふうに引いていきます。そしてこの線がここに入っていますが、これをノコギリで切っていきます。ノコギリで切らなくってもここに定規を当てて、そしてカッターナイフで切れ目を入れていくのも一つの方法です。何回かやってるうちに、切れていきます。ある程度の厚みでしたらこれで切れます。このように切れました。木にサンドペーパーを、貼り付けたものでこの平面をこすっていくのも一つの方法だと思います。このようなカンナでこの平面をここをきれいに出していくのも方法です。このようにしてプロペラの基本となる材料ができました。でこの長さは実はプロペラの完成したものですね。これの2つ分あります。このように2つ一緒に作っていくということになります。横から見たのがこうですね。縦から見たのがこうということになります。そしてですね、この横から見た形を削っていきます。ここは省略して削ったものがこういう形になります。これで2つ分になります。2つ分になります。それでは一つを、作っていきましょう。まず型紙を当てて、そして大体の形を取っていきます。
先ほど完成したものがこうですね。実は、少しこう斜めに削っていきます。斜めに削って、そして、こちらの方に行くと、平らになります。こう削ってこういうふうになります。小刀で削っていきます。型紙は、手元に置いておくといいと思います。つまりこのように削っていきます。少し削ったところで、もう一度型紙を当てます。削っていくと型紙が、の線が消えますので、もう一度少し描いていきます。これがプロペラのこういう形じゃなくて、実は少し斜めにこうなっているということですね。そこを注意しないといけません。これで上面の方を少し削っていきました。こういう感じですね。そして今度は裏面にあたる部分ですね。こちらの方をやはりこの型紙を当てて、そして大まかに削っていきます。こちらの方が、プロペラのこちらの方がかなり、削れていますね。こちらが削れて、そして向こう側に行くとだんだんと、水平になっていくという形です。実はプロペラのですね、裏面はここは実はかなり平らなんですね。表面の方は、主翼と同じように羽と同じようにかなり丸いんですけれども、裏面はかなり、平らになっています。こちらが平らで、そして、こちらがかなり削って、そして向こう側に行くとこのようにこちらに水平になっていくということになります。
こうなっていってるわけですね。そしてこちらの部分を少し注意しながら削っていきます。裏面は先ほど言いましたようにかなり平らになっています。こういうふうに削っていきますと、プロペラのこの軸の方がかなり斜めになって、そして先に行くほど少しねじれているという、プロペラの形になってきます。大まかに、削れたところで先ほどの型紙をのせて、そしてもう一度しっかりと写しておきます。この辺りが、円になっているところですね。このプロペラの、根元の部分が丸くなっています。この辺りですね。
ここまで来ましたら実際に、実機の、プロペラの写真を見ながら、削っていくことになります。こういう、細部の写真があれば、それを参考にしながら削っていきます。
これで、大体の形は、削ることができましたので、あとは注意して、少しずつ、写真と見比べて削っていく作業になります。何度も言いましたけれども、裏面がかなり平らになっています。ここですね。平らになって、そして表面がかなりカーブしているということですね。こういうふうにあらかた削れたあとは慎重に型紙に合わせて、そして削っていくことになります。先ほどお見せした、サンドペーパーをつけた板、このようなもので、こういうふうにこすっていくと形が整えられると思います。このようにして削っていきます。これぐらいのですね、粗く削った状態で今度は反対に向けて、そしてこちらを今度削っていきます。どうしてかというと、こちらを仕上げてしまうと握った時に傷が入ってしまうからですね。ですのでこれぐらいの状態で反対に向けて削っていきます。そして中心部分ですね。中心部分のところ、写真ではこの部分になります。ここを慎重に削り出していく作業がありますので、それまではそれほど神経質に削らなくても結構かと思います。以上でプロペラの削り方についてお話をしました。私は小刀を使ってやることが多いです。こういった栗小刀で仕上げていくと削っている面が小さいのできれいに仕上がっていくと思います。それからサンドペーパーで仕上げていくのは一番後になります。サンドペーパーは使うのは一番後にします。以上で、少し簡単な説明になりましたけれども、プロペラの削り方の説明を終わります。